はいどうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、ASA 初新生物ギガントラプトル能力徹底解説をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットになりまして初の新生物となります。もともとラグナロクの投票生物ではあったんですが、シャスタサウルスが間に合わないというところでですね、センターに実装されるという話になりまして、センターが延期になったことによって、今回先行実装されることになりました。現在はモッドでの実装となっておりますので、その辺のお話は後ほど詳しくさせていただきます。おいおいですね、モッドではなくて、本来のゲームデータの方に統合される予定にはなっているようでございます。テームに関してはですね、ちょっと尺の兼ね合いで、後日また別でですね、トラップとともにご紹介しようかと思っておりますので、その他ですね、基本性能、そして4つある特殊能力について順番にご紹介させていただきます。特に最後の4つ目の能力に関してはですね、目玉の能力ともなっておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。また、今回の情報に関してはですね、初日での情報となっておりますので、おいおい修正が入っていく可能性はございますので、あらかじめご了承お願いいたします。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず適用に関してなんですが、今回モッド実装ということになってますので、モッドを手に入れる必要があります。獲得としてはですね、こちらのメニュー画面、スタート画面のところでモッドリストを開いていただきます。そのまま見ていただくかですね、もしくはこちらの検索のところに英語でギガントラプターと打っていただくと出てきます。こちらを開いてインストールしていただければ、まずモッドを手に入れることができます。適用されている非公式サーバーや公式サーバーであれば、このままスタートしていただければ適用されます。ローカルサーバーの場合に関してはですね、さらにこのゲーム作成画面進んでいただいて、上のモッド設定、こちらから利用可能なモッドの中にギガントラプター入っていると思いますので、まずこちらを有効化としていただくと、この A のマークがつきます。これで有効なモッドとなりますので、こちらでシングルプレイやゲームスタートしていただくと適用されるということになります。続きまして、脇に関してなんですが、おおむね発見報告からしてですね、雪山以外に関しては、比較的広範囲に脇の報告が入っております。割と多いのは緑オベリスク南側の発見報告が多いんですが、単純に見やすいからというお話も割とあると思うので、その辺はちょっとまだ詳しくは分かりづらいところではあります。川辺であったり森の中であったりですね、湧いてきておりますので、そこはちょっと探す必要があります。個人的にはですね、恐竜の源泉と一緒でですね、一箇所に絞ってスポーンを待つ方が割と見つけやすいかと思います。ただ公式の場合、かなりですね、湧き潰しとかが柱立ってたりとかあるので、その辺はですね、極力野生生物がスポーンしているような場所を見つけてですね、狙ってみるのがいいかもしれません。ここはまだちょっと情報を集めているところですので、またおいおいですね、情報発信していければなとは思っているんですけども、情報があればコメントをいただければと思います。あと脇に関してですね、基本的に親子と巣が同時にスポーンします。巣のスポーン場所にリソースがある場合は、そのリソースを破壊して出てくるようですので、基本的には巣が湧いているところに関しては、完全に平らでないと出てこないとかはないようなので、ご安心いただければと思います。ただし、崖沿いとかですと、崖から落ちて積んでしまう場合もあるようなので、その辺は脇場所ですね、運になってきますが、ご注意いただければと思います。
では続いてですね、基本性能からご紹介していきます。まずはサドル。レベルは69で解放されまして、40ポイントのエングラムポイントと木材、革、繊維、金属インゴットを使って作業台で製作が可能です。レベル的にはテリジノと同じあたりになりまして、スピノとかレックスよりは早めに作れるようになるようですね。基本攻撃としては、神ゲー攻略さんがわかりやすい表を作ってたので、こちら。まずは、左クリック、くちばし攻撃。続いて、右クリックが、爪での攻撃。採取としてはですね、口の方が肉などの採取になってまして、爪攻撃に関してはですね、木であったり、ベリーの採取などに使うことができます。ちなみに木に関しては、藁の方がいっぱい取れます。続いて、特殊ボタン、C ボタンですね。このように方向しまして、能力については後ほどご紹介いたします。で、移動スピードはこういう感じになってるんですが、ヘラバードと同じ滑空能力があります。多少の段差であれば、これで滑空でですね、越えて登ることができますので、ちなみに火力に関してですね、くちばしがこんな感じ。足攻撃だと倍以上のダメージ力が与えれるということになります。滑空の能力的にはヘラバードと同じぐらいですかね。これで結構機動力がありますので、水に関しても泳ぐのはちょっと落ちますが、水に使っても同じスピードで走れるというものになってます。結構機動力あるので、いろんなところを探索するには地上的には便利かもしれないですね。その他、能力値として基礎値はこちら。簡単に基礎値としてはですね、レベル1の能力になるんですが、これをもとにレベルでポイントが振られていって、ステータスになるというものになっています。通常の近接攻撃出ている部分はですね、パーセンテージになってますので、この基礎攻撃値にパーセンテージとして攻撃力が出てくるという部分になっています。そんなに基礎値としての攻撃力高いわけではないようですね。続いて、ここから特殊能力ということになります。4つあるので、順番にご紹介していきます。1つは赤ちゃんの探知機能。先ほどの特殊ボタン、C ボタンですね。していただくと、一定距離の結構範囲広いんですけども、赤ちゃんをこのように探索することができます。遠くからでも出てきまして、ここにですね、赤ちゃんがいるということになります。今回これはドードーですね。これで野生の赤ちゃんを探してですね、テイムするっていうこともできます。割とですね、高レベルの親がいて倒したけども子供が見つからないっていうこともあったりしますのでね、そういう時も便利だと思いますし、野生の赤ちゃんテイムしたいっていう時は便利かもしれないですね。続いて2つ目が羽。このようにですね、ギガントラプトルなんですが、サークルメニュー開いていただくと特殊なものが出てます。こちらのフィリックフェザーですね、していただくと、このように羽が手に入ります。これに関しては、左下に出ているマークに合わせて体力、スタミナ、ちょっと酸素量は見てないですが、食料とかですね、重量、近接攻撃力などがマークとして出てきます。この能力なんですが、説明文にもあるんですけども、通常子供が親から引き継ぐ能力、高いステータスを引き継ぐ確率が 55% なんですけども、これがですね、この数値にある通り 61.17%。これは獲得するパーセンテージ変わっていきます。通常よりもマークがついているステータスに関しては強いステータスを引き継ぐ確率が上がるというものになります。羽に関してはですね、先ほどは体力でしたが、こちらだと近接攻撃力、あと食料値、重量、その他今回ないですがスタミナとかも出てきます。同じ重量だとしても個体によってパーセンテージが異なってきます。
今のところおそらく最大 75% かと思われます。一応確率なのでミスする場合はあります。利用方法なんですが、このようにオス、メス、交配される生物を並べていただいた場合に、メスに羽を渡していただきます。例えば重量、これを交配させる。すると交配モードになりまして、そしてこのように卵が生まれます。メスから羽は消失します。オスにも持たせたんですが、オスのはなくなりません。2つ持たしても利用されるのは1つずつ消費されることになります。2つ同時に羽を使って高確率を引くっていうことはできません。1つずつしか使えないというところにはなります。続いて3つ目の特殊能力、卵の孵化に関してなんですが、検証時ちょっとわからなかったんですが、その後気づいたんですけども、ギガントラプトルのインベントリに卵を入れます。そして卵を選択すると、このように真ん中の部分にですね、サドルどっちに入れるかっていうのが出てきます。レフト、ライトですね。これを選んでいただくと、卵にこのように黄色いマークがつきます。この状態で選択していると、下ろすとかですね、選べるわけですね。これも両方入れれます。こうすることによって、サドルにですね、卵を入れるようにできます。孵化が進行していくということになります。こっちはもう孵化ができる状態になってます。孵化スピード上げてるんでね。これに関しては何もドロップとかもですね、そのままできないので、開けるとこのように卵が割れて孵化できるというものになります。エアコンヒーラーズですね。すでに刷り込みもされている状態で生まれてきます。続いて特殊能力4つ目、育成に関してなんですが、ここに関してはですね、さらに3つ能力を持っているわけなんですが、その前にですね、育成の能力を使うために、このカゴに赤ちゃんを入れる必要があるんですが、ここも少し特殊になっておりまして、まずですね、ギガントラプトル、今225の子を用意しました。レックス君が232となっております。この場合ですね、カゴに入れることができません。ギガントラプトル君なんですが、カゴに入れるためにはですね、入れる赤ちゃんよりレベルが高い必要があります。なので、レベルをですね、上げていきます。こちらで一旦260にしました。これで赤ちゃんよりもレベルが高くなったので、カゴに入れるように出てきます。これで赤ちゃんをカゴに入れることができます。ギガントラプトル君で育てられる子は、ギガントラプトル君よりレベルが低い子でないと育てられないということになります。これは後々修正されるのか、完全な能力として出るのか、微妙なところではあるんですが、おそらくバグではなくて仕様かと思われます。ギガノト君の場合、今これで孵化ができます。これで孵化したわけなんですが、ギガントラプトル君が260、ギガノトサウルス君が234になっているんですが、この状態でも乗せることができません。大きい生物に関しては、まだちょっと全部は確認できてないんですが、おそらくギガノトサウルス君、あとカルカとかですね、特大生物のペットに関してはですね、赤ちゃん、カゴに入れることができません。ただ、レックス君とかスピノ君とか、そのあたりは入れれるようですので、サイズ感はおそらくメイウィングと同じだと思われます。続いて、育成能力の一つ目なんですが、餌を与えるというところなんですけども、このようにですね、餌箱のマークがついています。すなわち、幼年期のティラノサウルス君でも、カゴに入っている間、餌を与えてくれるということになります。もちろん、カゴから出した場合は、餌箱のマークは消えますので、あくまでカゴに入っている間ということになります。ただしですね、ティラノサウルス君、このままでも食料値回復しません。現状に関してはですね、サバイバーがギガントラプトル君に騎乗していないと、カゴにいる赤ちゃんは餌を食べれないということになります。
これはバグでそうなっているのか、もしくは後でご紹介する育成3の能力に対して補助的な部分で餌箱能力を持っているということであれば、ここの部分仕様となってきますので、修正されることはないかと思います。ちょっとそのあたりは微妙なところになりますので、今後動向を注意深く確認していければと思います。続いて、育成第2の能力として、刷り込みに関してなんですが、刷り込みに関しては2種類能力を持っています。まずは、このようにですね、今、刷り込みができるようになっています。もちろんこのまま直接してもいいんですが、このように起乗した状態で R ボタンですね、リロードボタン長押ししていただくと、このように刷り込みができます。これはもちろんですね、今回は世話だったんですが、何かしら要求を求められている場合は、右スロットにベリーであったり、肉であったり、要求物がないと刷り込みはできません。これはいつも通りです。押していただくと刷り込みができるということになります。今ちょっと刷り込みのスピードだけ上げてるんで 0% でしたが、ちょっとだけ上がっていることになります。もちろんですね、これ刷り込みがない場合に関しては R ボタンを押しても何も反応しないので、刷り込みができるようになっている時だけ出てきます。もう一つ能力がありまして、このようにですね、今刷り込み、霜降り干し肉を欲しがってます。これない時なんですけども、これに関してはカゴに入ってなくても機能します。C ボタン、赤ちゃんを探す方法をしていただくと、このように黄色くなります。これで刷り込みの内容が散歩に変わりました。1刷り込みに関して1回だけ変更することができます。これはカゴに入っていても、拠点内でも範囲的に方向の範囲、広い範囲でできますので、一通り見てから方向しないと他の子も一緒に変わってしまう可能性があるのでご注意ください。散歩の場合なんですが、この状態で赤ちゃんに追従をかけます。その状態で歩くと刷り込みが終わります。追従だけかけないといけないので、ただカゴに入れたまま散歩することはできるので、プロコプトドンやメイウィングと同じようにですね、カゴに入れたまま刷り込みをすることは可能です。続いてですね、最大の魅力である育成能力3つ目、絆バフについて。まずですね、このようにレックスくんですね、乗っている状態なんですが、各カゴによってですね、左下にエンプリンターミスマッチングとなってます。ソロでやってる場合はそんなに問題ないと思うんですが、このレックスくん、刷り込みは真になってます。ただ、このギガントラップルくんはですね、テーム済みではあるんですが、刷り込みをしてません。コマンドで出した後ね。なので、刷り込みの人がいないということになります。刷り込みしてる人が違うとミスマッチングとして、この絆バフの能力を使うことができません。これはトライブとかで同じようにですね、別の人がテイムしたギガントラプトルで、別の人が刷り込んだ生物での組み合わせだと使えないので、ご注意ください。この子はさっき刷り込みしてた刷り込み者真になっているものですね。この子にこのレックスくんの入れると、このように出てきます。レスティング27になってますね。同じ人、刷り込みをした人であれば、することができます。ただこれちょっと27あるんで、検証はちょっと別の子でしますね。ということで、検証のためですね、レベルが違う野生の子からテイムしたですね、ドードーくんを入れてみました。このようにですね、レベル90のドードーくんとレベル15のドードーくんいるんですが、それぞれ出ている回数が違ってきます。右上に出ているレベルっていうところも違ってきます。おそらくなんですが、その妖体のレベルに関して、この後ですね、生物を倒さないといけないんですが、その倒すのに必要なレベル以上のものの数値や、倒さないといけない数とかが変わってくるというところになります。時間が経つとこのように赤くなります。コーディングって書いているところですね。こうなると、どこか周りにこのようにドクロマークがついた子が出てきます。このドクロマーク出た子を倒せば数が増えます。しばらくこ
このゲージ青いところが減っていきまして、ゲージがなくなると赤くなって、このように近くにですね、この場合はレベル1以上の子をチョイスされます。で、倒します。またクールタイムというのか、時間を待ってですね、また出たところで倒すと。これで達成になります。達成すると、まずギガントラプトルに関してダメージプラス10、経験値プラス5がつきます。こういう黄色いバフがつきます。次にこのドードーくんに関してのバフが 10% のダメージ耐性がつきます。これは永続的なバフとなってます。ただし、このギガントラプトルとの絆ということになります。特に刷り込みの進行とかには影響しないようですね。周りにですね、レベルが達成できる子が範囲内いない場合なんですけど、このドードレベル30以上でないといけないので、レベル30以上が周りにいません。なので、このようにですね、タイマーは終わってるんですが赤くなりません。こういう場合は連れ歩いて、そのレベル高い子を探さないといけないということになります。いればこのようにつくので倒すと。これを繰り返していくことになります。なんで、レベル高い子を育てるのはですね、結構難しくなってくるかと思います。赤ちゃんのレベルが高い場合なんですが、条件になるレベルは90以上がマックスのようですね。ただし、倒さないといけない数はレベルによって上がっていくようですので、高レベル育てる場合ですね、かなり重要になってくるかと思います。ただ、424で51個なので、だいたいレベルマックス考えて、あとレベル振ることを考えるとですね、45から50あたりが公式ではマックスになってくるかなと思われます。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、新生物ギガントラプトルの生態についてご紹介してきました。割とですね、その性能を勘違いされている方もいらっしゃるようなので、今回でその能力ですね、気づいていただければ嬉しいです。特にですね、4つ目の特殊能力育成に関して、最後の絆バフに関してはですね、永久バフになっておりますし、耐性が 10% 上がるのって結構大きかったりしますので、PVP でも PVE でもかなり有効的な能力になってくるかと思います。近くにこのギガントラプトルくんがいないと絆バフ発動しないとのことなので、ちょっと自分でまだ検証できてないんですが、ボス戦とかに関してはですね、一緒に連れていく必要があるっていうところはありますんで、レベルも高くないとそれ以下の子しか育てられないという部分もありますので、かなりですね、ギガントラプトルくん厳選してブリードして強くしてですね、でさらにボス専用の生物を育てるというところで、結構ブリーディングの手間は大きくなってくるんですが、その分ですね、達成すると得れる効果っていうのは高くなっておりますので、ぜひ厳選ブリーディング頑張ってみてはいかがでしょうか。また、テイムに関してはですね、別でご紹介させていただきます。おそらく修正とかですね、ナーフとかいろいろ入ってくるかと思いますので、その辺に関してはですね、ある程度出揃ったらまた完全解説というところでですね、ご紹介していこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。